本日ご紹介するのはホビージャパンさんのトヨタ GR ヤリス RZ プラチナホワイトパールマイカになります。こちらのモデルはですね、最近出たばかり、そうですね、出たのは1月でしたかね。結構ホビージャパンさん久しぶりのご紹介になるんですけれども、このように新作出ていますので、しかも人気のヤリスということで、このレビューをしていきたいと思いますね。箱の方にはですね、こういった感じで、このカラーリング綺麗ですね。ちょっと光って申し訳ないんですが、これがいいですね。64分の1スケールトヨタ GR ヤリス RZ と書いてありますね。そしてホワイトパールのカラーリングの表記が入っております。それでですね、もの自体はこうディスプレイに載ったこういう状態で GR4 と入ってるんですけれども、これは一番スペック高いモデルになると思うんですけれども、こういう新しいモデルリリースしてくれるのはホビージャパンさん、すごいいいところですね。もうすでにこれちょっと撮影とかのために裏側は外してあるんですけれども、この裏はビスで留まってますね。このビスをもう外した状態なので、台座から外してみたいと思います。台座の方はこのような感じで、別のパーツで留めることができるようになってますね。ちょっとモデルだけにしてですね、モデルのレビューを早速していきたいと思います。まずはフロントからですね。このモデル、実車なんかで行くとですね、実はすごく変わってまして、変わってるけど、この車好きの人はぜひ押さえてほしい1台になっていまして、その理由はですね、これ4駆なんですよね。4駆でありながら、ラリーベースのマシンでもありますので、4駆でありながらこのハッチ、ホットハッチのスタイリングで、かつエンジンスペックも独特でして、これ直列の3気筒のターボで280馬力近い馬力を叩き出してるんですけれども、すごいですよね。ここまでのことがトヨタさんできるんだといった感じのマシンですけれども、注目度非常に高い1台になっていると思います。これをモデル化していますので、非常にこのヤリス好きな方、ぜひ手に入れてほしい1台ですね。それではフロント側見ていきましょう。フロントフェイスはですね、なかなかしっかりとした造形ですけれども、このような感じ。こうマークなんかはここ実はですね、最初にこうお詫びしておかなければならないんですけれども、ここに本当はトヨタのマークが写真撮った時などはあったんですけれども、ちょっと埃が多くて撮った時にここマーク飛ばしてしまったんですよね。ここのマーク本当に残念なんですけれども、ここはないわけじゃなくて私のミスで、ここちょっとマーク今ない状態になってしまっていますので、ちょっとそこはご了承いただきたいと思います。申し訳ありません。なので本当はきちんとここにトヨタのマークが入っております。フロントフェイスはですね、その他はそうですね、ライト部分なんかは別パーツでプラなんですけれども、クリアパーツですね。非常にシャープな出来だと思いますね。そしてここ GR のロゴですとか、ヤリスのロゴですとか、こういったものも再現されています。バンパーの形状も非常に迫力のあるバンパー再現されていると思いますね。このあたり非常に出来がいいと思います。そして特筆すべきはですね、ここなんですよね。開口部なんですけれども、これなんと抜けてるんですよ。立体があるような形になってます。ここはもうホビージャパンさんの気合を感じるところで、通常はここはモールド表現だけで何にもなってないっていうのが定番なんですけれども、これ実はこう透けて内部が見えると思うんですけれども、ちゃんと開口部のメッシュ
これがパーツで表現されています。ここは素晴らしいと思いますね。そしてサイド部分はこのような感じ。サイド部分はですね、ホイールに関してはブレーキなどは正直これ見えないんですね。で、ホイールの形状なんですけれども、純正に比べるとちょっとスポークの数が多いかなという感じはしますね。フィンタイプのホイールに見えるんですけれども、実際もう少し純正ホイール少なかったかなという気がするんですけれども、ここら辺ちょっとなかなか確認ができていないですけれども、ディティールは参考にしていただければ嬉しいです。そしてサイドといえばミラー部分はですね、ちゃんとここに表現が入っていて、ウインカー部分ですね、塗り分けだと思います。この辺りも表現細かいですね。そしてミラーバッチリ入っております。ミラーが入っているモデルは少ないですので、この辺り非常にホビージャパンさんいい部分だと思いますね。そして後ろに回っていきましょう。後ろの部分はこの前が飛んでしまったと言っていましたけれども、このようにトヨタのマーク、こっちは取れてないですね。ちゃんと入っています。そして各種ロゴ、マフラーなどが入っておりますね。この辺りフェンダーの張り出しなんかの造形すごくかっこいいですね。タイヤのオフセットなんかも非常にいいです。それと回転ギミック、これももちろんバッチリついております。この辺りも得点が高いところだと思いますね。さらにマフラー内部はですね、このように黒の表現が入っています。これもなかなか入っているのが少ないので、非常にいい部分だと思いますね。クオリティが高いということが見ることができると思います。そしてルーフは艶消しの黒。この辺り実車はカーボンルーフになっているようですね。カーボンルーフなんですけれども、ここではちょっとカーボン表現にはなっておりませんね。艶消し。ただこの色の表現なんですけれども、見てもらったらわかるんですが、このルーフのスポイラーがセミグロス、そしてマット、そしてパールホワイトと、こういう風に細かく塗り分けてあるのが非常にいいなと思うところですね。この辺りは細かく分かれていていいと思います。そしてフロントガラスから見える内装ですね、インテリア。この辺りの作り込みも結構しっかりとモールドが入っていますし、このエアコンの吹き出し口でしょうかね。この辺りも表現が入っているので細かいなといった感じですね。そしてワイパーなんかも細く入っていますので、この辺りも非常に別パーツではない一体で塗り分けだと思いますが、この辺りのディティールも細かくていいですね。そして内装はですね、なかなか見えづらいんですけれども、ドアパネルの内側なんかもありますし、ステアリング表現、中のマークなんかの表現もあります。この辺りは非常に細かくていい部分だと思いますね。そして最後に塗装です。塗装はですね、これパールホワイトなので表面にクリア層があるんですけれども、光沢としては比較的綺麗ではありますけれども、ちょっと写りが分かりにくいですかね。白ってなかなかこの動画で説明するのが難しいんですけれども、比較的綺麗な光沢が入っている方だと思います。最高級とは言いませんが、非常にツヤ感ありますし、強い照明の下では特に綺麗な光沢が見れると思います。暗いところなんかでは少しくすんで見えるかなといった色表現ですけれども、明るさが十分にあれば綺麗な塗装面だと思います。ちょっと外装で気になるのはモールドですね。ドアパネルなどのモールドは実は場所によっては甘いところがありますね。ドア周りなどはこのようにはっきり入っているんですけれども、そうですね、給油口でありますとか、あとバンパーのここですけれどもね、ここに入っているモールドなんかは結構埋まりがちで緩い感じです。この辺りが少しディティールを損ねているかなという感じはしますね。ボンネットのここのフェンダーとの間、ここら辺もちょっと埋まり気味ですね。
この辺り抑えてきていたらもうほぼ完璧かなと言えるモデルだったんですけれども、それでも全体のクオリティ非常に高いですので、ぜひホビージャパンさんの、すみません言い間違えまして、ホビージャパンさんのこのモデルをぜひ手に取って確かめていただきたいと思います。これで今回のモデルのご紹介を終わりたいと思います。この動画で各部ディティールなどを確認していただき、ご購入の検討をしていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。